はい、皆さん。本日はね、XLM とライトコイン、ヘデラ、ビットコインキャッシュについてちょっと話していきます。まずは XLM からいきますけど、こちらのニュースをね、元にちょっと話していきます。最後までご覧ください。まずは XLM ですが、一時 4% も値上がりしたということを知ってましたか？これは機関投資家がすごく注目しているサインのようです。どこでそれがね、機関投資家が注目してるんだってわかるのかというところで、ちょっと自分も疑問に思ったんですが、内容的には、こちらになりますけど、XLM トークンが 85% のボリュームが急増する中で 4% 上昇し、規制上の課題にもかかわらず、機関及び企業の財務への関心が高まっていることを示していますというように書かれています。今回の値上がりの一番大きな理由の一つが、やっぱり取引量の爆発的な増加なんだと。取引量が 85% も急増して3億3321万ドルにも達したということで、これが企業が XLM に興味津々でたくさん取引に参加し始めた証拠みたいに書かれています。ウォール街の専門トレーディングディスクもこの動きに注目しているって話です。そして企業が XLM になぜ注目しているかというと、いくつかの理由があります。まず一つ目ですが、予測しやすい価格帯。XLM の価格が一時 0.38 ドルから0.39 ドルの間で安定した期間があったんですが、デジタル資産に投資する前に価格が安定していることをすごく重要視するんだと。だからこの安定感から彼らがとっても魅力的だと思ってるみたいです。そして2つ目に技術的なサインも良好ということで、いわゆるチャートにゴールデンクロスみたいな良いサインも出てきていて、これが機関投資家からの信頼感をさらに高めているということが書かれています。これは長期的な投資パターンを示唆しているみたいです。そしてもう一つ大事なことが規制に関する動きで、パクソスがステラ上で USDH という新しいステーブルコインを発行する計画を進めています。これが実現したら、ステラが企業向けのもっと規制された支払いネットワークとして確立されるって期待されています。パクソスは今までも1600億ドルものステーブルコインを発行してきた実績があるので、これはかなり信頼できる話になります。そしてジェネウスアクトとか、法律もあって、銀行界からは一部批判もあるんですが、金融法務部門から見ると規制が明確になる一歩だと捉えられています。これらの動きが合わさることで、企業が国境を越えた支払いにブロックチェーンを使うことがもっと加速するかもしれないと、すごい未来が待っている感じで書かれています。ちなみに今回のソースを見てみると、 XLM ですが0.3761 ドルくらいで 0.06% の値上がりをしているみたいです。一時的な急騰の後、しっかりとした動きを見せているってことかな。というわけで XLM は機関投資家からの熱い視線と規制面での追い風を受けて、今後ますます注目が集まってきそうです。そして次のニュースで、ちょっと私が個人的に頭の中に出てきた XLM の前向きなちょっと話したいと思います。そして2つ目のニュース、ビッグニュースになりますけど、大手資産運用会社であるグレースケールですが、なんとグレースケールがアメリカの SEC に対してライトコイン、ヘデラ、そしてビットコインキャッシュの上場投資信託 ETF のことですけど、申請しました。これはですね、これからの仮想通貨への現物エクスポージャーを提供するファンドを立ち上げる計画があるってことなので、特に注目なのがビットコインキャッシュの ETF 申請は今回が初めてらしいです。ライトコインやヘデラは他の会社からもう申請が出てるみたいですが、グレースケールの動きはやっぱり大きいですよね。ちょっと詳しく見ていきましょう。ちょっと詳しく見ていきますけど、申請のね、種類がちょっと違うことが書かれています。まずライトコインとビットコインキャッシュの ETF は S3 フォームというのを提出したと。これは既存のトラストを ETF に転換しているってことみたいです。これらの ETF は SEC が一般的な上場基準を承認すればニューヨーク証券取引所に上場される予定なんだと。そしてビットコインキャッシュの ETF の管理者には
バンクオブニューヨークメロンが、プライムブローカーとカストディアンにはコインベースが指名されています。一方でヘデラの ETF は S1 フォームを提出したんだと。これはグレイスケールがヘデラについてはクローズドエンド型ファンド、投資信託の一種ですけど、持っていなかったからですね。ヘデラの ETF についてはすでにナスダックが 19B4 申請という上場申請をしていて、SEC は11月12日までに承認か否かが決定すると、最終期限を迎えることのようです。はい、それではね、XLM のちょっと話ですけど、今回のねこの2つのニュース別々に見るとふーんって感じなんですけど、合わせてね考えた時に、まずね機関投資家たちがね XLM にね注目していると。で価格は一応ね上がってきていると。そしてグレースケールが新しい仮想通貨の ETF を申請してきていると。で新しいねETF としてはビットコインキャッシュがね初登場しています。でこれは一部の銘柄だけじゃなくて仮想通貨全体がね次のステージに進む準備をしているというサインかもしれません。ということから XLM の、現物 ETF の申請がそろそろ出てくるんじゃないのってちょっと頭の中にねパッと出てきましたね。皆さんどうでしょうかはい、はい、それではね XLM と、ビットコインキャッシュのねちょっとチャート見ていきましょう。ビットコインキャッシュは私のチャンネルではね初めて取り扱いますけどね、これね2時間足になります。 XLM 本日 0.37 ドルということで、どうでしょうね、この上ね超えてくるかな。超えてほしいねって思いますけど、まあ一応ですね昨日も言いましたけどね皆さんには、このね調整波ですけどここで終点を迎えているはずです。でカウントはね、WXY になります。はい、ということでエリオットウェーブの調整波 WXY は終点を迎えてます。これねなので上に上がるしかもうないというふうにちょっと見てますけど、どうでしょう、うまくいくかな。これ斜めのラインはこのラインでねこう合ってそうですよね。はい、なんかそういう風にちょっと見えるんだけどな。ね、綺麗でしょ、ね。でちゃんとこれもねボトムする前にこれ引いてあってね、でそこでねこうやってボトム作ってきてるのでこれ合ってるんじゃないかと、ね、斜めのラインの引き方とかこういう短期的なさラインとか引くのは簡単だけど、ね、こういうところをさ、ね、引くのはちょっと難しいですよねって私は思います。合ってるのか合ってないのかっていうところでね、はい、ということでまあ一応ヒントとしてはねこういった上のね、斜めのレベルが見つかればそれと並行して取ればいいんじゃないのっていうことでねここに引きましたけど、合ってんじゃないかなって思うんだけどね、皆さんどうでしょうかね。はい、ということで XLM はね、これ上に行くんじゃないかなとは一応見てますね。はい、ということで XLM 以上です。はい、それではねビットコインキャッシュですけど、私は皆さんにねビットコインキャッシュのねチャート分析機会があればね、動画にしようかなってずっと思ってました。というのもビットコインキャッシュですけどこれ週足になります。これすごく興味深いチャートしてます。グレースケールがねスポット ETF のね申請してるとかねそういう話はまあ置いといて、チャートだけ見た感じだとまずねこの高値から安値までつけたこの2018年の安値、そして次の高値、ここは2021年の5月の高値になりますけど、多分ねこれねバブルの高値だったんじゃないかなって思うんだけどね、あまりちょっと覚えてないけど、はい、ということからねこれ実はこの高値調整波になってます皆さん。というのもこれねトライアングルで見るのが正しいかどうか分かりませんけどね、よく私の動画で話しますがトライアングル5波の話しますよね。ということは、ね、これトライアングル5波の場合ね通常のトライアングルだったらねこの下までつけなきゃいけません。はい、ですがこれね、変則バージョンかもしれません。要するに調整波ね ABCDE です。ということはリップルの時をね皆さん思い出してみてくださいね。ステラもそうだけど、前回高値バブルの高値ね超えなくて、ね、そのままチャートを形成していった時の、終点を迎えた後の爆発っていうのは XRP とかねステラとか見ると皆さんもう経験済みじゃないですか。ということからビットコインキャッシュこれめちゃくちゃ上がるんじゃないかって思ってます私。
はい、円建てだと8万6000ちょっとですね。なのでビットコインキャッシュ持ってる方おめでとう、先に言っときます。めちゃくちゃ上がるんじゃないかって思ってます。ただ一つ懸念があるんですけど、今のねビットコインの価格ですが、まだね下がるかもしれないっていうのがねあります、私の中にね。だけどそれはアルトコインのバブルの始まりなのかもしれないっていうね、まあそういう考え方もできるので、どっちか分かりませんけど、ビットコインと一緒にね落ちるかなとかね、そういう目線も少し持ってます。なので私のねこの分析を一方通行でね信じてトレードしないようにしてください。ビットコインはねちょっとまだねよくわからない状況です。 XLM とか XRP のね話今日もまあしましたけどね、ボトムつけて上に行くんじゃないってね私言ってますが、ね、ビットコインだけを見るとまだ下げる余地あるんじゃないのってちょっと思ってるんですよ。 40% ぐらい思ってます。なので私のね分析をね真に受けてポジションを取ったりしないように皆さんね自分の考えで、ね、もちろんやってください。これはいつも言ってることですけど、そしてもう動画作ってますけど、同時コインスポット ETF ね皆さん、明日ですよ11日は。そうだよね、そう11日明日ね。だから明日明後日にはねもうローンチするわけです、アメリカ時間でね。めちゃくちゃ楽しみだなって思います。 XRP スポット ETF とかとね同じぐらい同時コイン ETF ね俺楽しみにしてますはい、ということで本日の動画ですけど、ビットコインキャッシュのチャートがまずやばいと、ね、そして XLM は機関投資家にね注目されていると、そしてグレイスケールがいくつかのアルトコインスポット ETF のね申請をしたということで楽しみな展開になってきました。はい、それでは皆さんいつもね動画見てくれてありがとう。次のまた動画で会いましょう。よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。失礼します。